にちは、青空ガレージチャンネルです。さて今回はランタボシリンダ内検診編です。ファイバースコープを使って後期高齢者の心臓を内視鏡検査、コンプレッションゲージを使って圧縮圧力も測りますよ。果たして30年間17万キロのシリンダはどうなっているのか、最後までゆっくりしていってね。かれこれ30年が経ったわけですが、ずっとオイル管理だけは気をつけてきました。高いオイルを入れたことはありません。最近は少しでも長く温存したいので、できるだけ乗らず回さずの日々ですが、年間走行距離は3000キロ前後なので、半年から1年の間に必ずオイル交換、内視鏡カメラをポチったので、シリンダー内部の状態を目で見て確認、老朽度合いを数値で確認するべく圧縮圧力も測ります。それじゃあ行ってみよう。まずはプラグを外すわけですが、その前にバッテリーをつないでエンジンかけます。以前プラグホールにオイルが回り、冷えてタール状に固着している状態で、無理やり回してプラグをへし折った恐怖体験がトラウマとなっているので、軽く暖気してからプラグを外します。オイルフィラーキャップを開けると、バルブスクリーンが見えます。後でここにもカメラを入れてみます。プラグは NGK の BP7ES11 なので、プラグレンチは 21mm を使用。かなり奥で非常に狭いので延長。4番シリンダのプラグコード抜きます。ミッションから一番遠いので、多分呼び方は4番だと思います。外れたけれど取り残されて出てこない。指も入らないのでラジオペンチで救出。落とさないように必死です。そして隣の3番と2番を飛ばして1番から先に外します。先ほどの延長にフレキシブルを追加。真横にターボタービンがあるせいでスペースに余裕がありません。ここは手が入るので、緩んだプラグを手で救出。そしてさらにスペースが厳しい2番と3番。さっき使ったプラグエンチは使えません。
車列板に当たるので2空スのレンチが必要。さらに細いプラグレンチを使います。六角レンチを真横の穴に入れてコツコツ回すしかないです。今度もっと良いプラグレンチ買おうっと。いずれも手が入らないのでラジオペンチでつまんで救出。3番も同じなので割愛します。特にかぶっている様子はなさそうです。4番だけ少し色が違いますが異常はなさそうです。ではいよいよ内部を見てみましょう。1番シリンダーからいきましょう。インテークバルブの下が見えてきました。内壁にシミのようなものが見えます。もしかしたらサビの跡かもしれません。サイドカメラに切り替えました。バルブにスラッジやカーボンは見られず、クロスハッチも無事残っています。バルブ下のにじみはガソリンです。さっき燃料をカットするのを忘れてうっかりセルを回してしまいました。ピストン上部に文字が見えますね。2番シリンダー入ります。サイドカメラに切り替えます。バルブ裏に G6 と読み取れます。エンジン系列 4G6 型 G62B の関係。クロスハッチも無事のようです。3番シリンダー入ります。ピストン上部に何か刻まれています。62T2 と読み取れます。ちょっとクランキングしてみましょう。シリンダー内壁にオイル上がりの跡もなく、書き残したオイルもないようです。4番シリンダー入ります。
もあり、また30分以内の移動だったり、そのため結露が発生したようです。それにしてもカーボンやスラッジが見当たらないことがせめてもの救い。でもこれはかなりショックです。オイル下がりやオイル上がりの形跡は見受けられませんでしたが、コーニングを検討ですね。次にオイルフィラーキャップからヘッドカバー内を覗いてみましょう。隙間がほとんどないので奥まで見ることはできませんが、金属表面に錆は見当たらず、スプリングの輝きは年月を感じさせません。タールやスラッジのようなものはなく、溜まっているオイルには透明感があり、古くなってこびりついていたりせず、とりあえず一安心です。続いて圧縮圧力を測ってみましょう。プラグと同じサイズのアダプターを選び、ホースに取り付けます。圧縮圧力の測り方については以下の通りです。アダプターをホースに取り付けるときはしっかり締め付けないと、外すときアダプターだけプラグホールに残ってしまい取れなくなったりするので要注意です。ホースにメーターを取り付け、セルを回してクランキングするので、インジェクターが燃料を吹かないようにコネクターを抜いておきます。走行中に抜けないようにこの字のピンが刺さっています。燃料ポンプのヒューズを抜くという方法でも良いですが、漏れそうなので私はインジェクターで止めます。ツインなのでもう一本です。ピンをマイナスドライバーで持ち上げてラジオペンチで引き抜きます。落とすと確実に見失います。それでは一番シリンダーの圧縮を測ります。実は正確な数値は不明です。ただ手持ちの整備解説書によりますと、ターボ A175A は10キロとあります。ところが A183A のインタークーラーなしは同じ10キロでも、インタークーラー付きは9キロになっている。この整備解説書が発行されたのが1983年の9月で、このランサーは同年11月のマイナーチェンジでインタークーラー付きです。
つまりこの解説書はまだスタディオンにしかインタークーラーがついていなかった時期のもので、インタークーラー付きの A175A は存在していなかった。だとすると、スタディオンと同じようにインタークーラー付きは圧縮圧力を9キロに下げているのではという推測ですが、この続きの解説書を持っていないので未確認です。赤いメモリを読みます。9.5 キロ。続いて2番シリンダー測ります。関東手探りでホースを回しています。9.0 キロ。3番です。9.7 キロ。ここでアクセル全開にしていないことに気づいたのですが、極端に低い数字でもなく妥当だと思うので速攻します。そして4番シリンダー。使用限界は6から7キロあたりで、それ以下では使用不可でしょう。9.5 キロ。結果発表。17万キロを走っていて規定値以上ということは考えにくいので、インタークーラーがついても圧縮圧力規定値は10キロのままだったようですね。というわけでいかがだったでしょうか。とある旧車の内視鏡検診の結果は、多少荒れていたけど数値は妥当でした。健康維持のため適度に運動しましょう。また見てね。最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録、コメント、評価お願いします。